今回の動画ではサイドストーリーが宙人と同時期に実装されるオペレーター曰く、兵来たれば小投資、水来たれば土エンスだ。まあなんとかなるさ。特殊オペレーターウユーの紹介及び解説を行っていきます。コードネームかい？ウユーにしよう。死去ウユーのウユーだ。貴殿がドクターかい？つまり私の新しいご主人？どうだい？肩を叩こうか、それとも足を揉んでほしい？ウユーは燕国出身のリーベリ人で、今回のサイドストーリーではラバたちと成り行きで行動を共にすることとなり、サイドストーリー終了後はそのままラバたちについていきロドスを訪れ、オペレーターテストを受けた後にロドスのオペレーターとなりました。見た目に違わず、やっていることは非常にうさんくさいことが多く、参考になる手相占いや両者風水学だけでなく、オリジムシでも痩せられるカンフートレーニング初心者版や正統派リーベリマッサージといったよくわからないものまで取り扱っています。なお、一応見た目としては真っ当な商売として、自らが作成した燕国の扇子などの販売も行っているとのこと。この扇子に関しては燕国文化愛好家の間ではかなり人気なようです。こういった手広いビジネスに対して目をつけたのが館内ビジネスを展開しているクロージャであり、現在ではクロージャのビジネスの助手にまで上り詰めている様子。このように基本的にはうさんくさい雰囲気がプンプンとする人物ではありますが、実際のところは恩がある人物に対しては最後まで礼を尽くそうとする人物であり、非常に良識があり常識的な人物となっています。ではなぜこのようなうさんくさい雰囲気を漂わせているのかというと、ウユーの過去の出来事が影響しているものと思われます。ウユーはロドス加入後も自身の実力をできるだけ隠そうとしており、資料を見る限りでは周囲のウユーの戦闘面での評価はあまり高くはないように見受けられます。しかし、ウユーは酔っ払いの猿数を扇子一つで制圧したり、単独で盗賊のアジトに潜入をし、中にいた盗賊たちを扇子や傘で一網打尽にしたりと、明らかに一般人よりも高い身体能力を持っています。ウユーはこのことに対して、相手は傘と扇子が武器になるとは思っていなかったからつけ込むことができたと述べていますが、実際のところは戦闘経験が7年と表記されていることからもわかるように、ウユーは武術に非常に秀でた人物となっています。燕国の一部では今でも武道館を開く風習が存在しており、民間の間では若者は身体の強化や健康を目的として武術を習い、移動都市の交流も兼ねての商業としての武術も発展しています。なので、燕国での武術の扱いは今では戦いのためというものではないのですが、ウユーが所属していた一派は武をもって矛を制すを地でいく一派であり、いわば戦いの抑止力として武芸を極めることを目的としていました。当然抑止力になるためには常人よりも高い能力を持っている必要があるため、ウユーの戦闘能力の高さはこれに由来したものと思われます。そしてこの武道に関連してウユーの過去は暗いものとなっており、意図的に過去の話題を避けようともしているので、その過去に関連している武道を表に出すと、周囲にも災いが降りかかってしまうかもしれないと思っているのでしょう。いずれにせよ、見た目や明るい口調とは裏腹に、他者にも迷惑をかけてしまうかもしれない重い過去を持った人物となっています。ウユーのモチーフとなっている生物は、小心2のイラストを見る限りでは、銀鶏でしょう。銀鶏は中国南西部からチベット、ミャンマー北部のヤブや竹林に生息している鳥で、オスは上記の写真の通り長い尾が特徴的で、全長は 1.2 から 1.5 メートル、メスは50から70センチメートルとなっています。ただ、オスに関しても長い尾を含めての約 1.5 メートルなので、胴体の大きさ自体は雌雄で大きな差はありません。絶滅危惧の度合いとしては低懸念となっているので、すぐにでも問題になるというわけではありませんが、徐々に減少はしており、その原因としては、同じ生地の仲間である金鶏との交配が進んでしまっているためで、純粋な金鶏の数が少なくなっているとのこと。なお、国内でもいくらか飼育はされているため、飼育下の銀鶏であれば容易に姿を見ることはできますが、野生の銀鶏は姿を隠すのが上手なため、野生での観察記録はほとんどないようです。そのため、現在でもどのような生活をしているのかはよくわかっていないとのこと。
そして、ウユーというコードネームの由来についてですが、これはウユーが入植会話でも言っているように、死去ウユーのウユーが元ネタとなっています。死去ウユーとは何もない、デタラメの話という意味があり、ウユー単体には何も存在しないという意味があります。そしてこの死去ウユーの元となっているものは、芝少女の故郷の譜です。故郷の譜では、死去、ウユー先生、ボージェコウの3人がそれぞれ、祖王と、祭王と、天使の狩りの盛大さを自慢し合うという話となっていますが、死去の虚には嘘という意味が、ウユーには何もないという意味が、ボージェコウのボージェにはこの人なしという意味があるので、そもそも譜というのはフィクションでしかないと、揶揄したものとなっています。いずれにせよ架空の人物であり、ウユーというコードネームにも自分はデタラメであり、存在しないという意味を持たせたかったのかもしれません。交互城の借りはいずれきっちり返すつもりなのだが、唯一心苦しく思うのは、自らが招くだろう災いが周りにも降りかかってしまうかもしれないことだ。ドクター、貴殿も存じておられるだろうに。それでもこの私にこれほど目をかけられるのか。知遇の恩義、永世にわたりて忘るべからず。ウユーは J と同じく配置コストは低いものの、配置中は常にコストを消費し続ける準高速再配置型の特殊オペレーターです。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは配置コストは J よりかは1高くなっていますが、これはレアリティによるコストの上昇となっているため、全体的な数値としては J との差はなく、ウユー特有のステータスというものはないため、特筆すべき点はないと言えます。なお、配置後のコストに関してですが、J と同じく配置中は3秒ごとに所持コストを再消費するため、先方などで所持コストを回復しなければ、ウユー配置中は所持コストが増加することはありません。消費コストは配置後12秒で合計20、21秒で29、27秒で35となるため、数値としては30秒以降は、マドロックを抜いて最も配置コストが必要となるオペレーターとなります。その分、配置コストが低くなっているので、このあたりはトレードオフと言えるでしょう。HP や攻撃力などのステータスは J と同じく、配置コストのみを見て考えると非常に高く、J と比べても HP は100程度、攻撃力は30程度、防御力は20程度高くなっており、他の高速再配置と比べると、HP はグラベルより700程度、攻撃力はファントムより120程度、防御力はグラベルやワイフーと比べると60程度高くなっています。そのため、コストは返却されませんが他の高速再配置のように一時的な盾としても運用できるでしょう。素質、不意打ちはトゥイエの素質と同じように4秒間攻撃を行わなかった際、次の攻撃時、攻撃力を上昇させ、さらに目標にスタンを付与するという効果。性能としてはもっぱら口実するスキル1での運用を想定したものとなっており、スキル1はスキル発動中は5秒間攻撃を行わないため、スキル終了後の攻撃の際は必ずこの効果が発動することとなります。これによりウユーはスキル1を使用している間はかなりしぶといオペレーターとなるので、J とは違った形で耐久性を実現しているオペレーターとなっています。強力な効果というわけではありませんが、ウユーの性能に一役買っている素質と言えるでしょう。ウユーの潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、再配置時間マイナス3秒、攻撃力プラス25、素質強化、コストマイナス1となっており、目玉となる強化内容は潜在4段階目の攻撃力プラス25となります。潜在5段階目の素質強化は、素質による攻撃力強化の数値をプラス 5% するのみとなっており、スタン時間の延長は含まれないため、効果としては乏しいものとなっています。潜在6段階目のコストマイナス1も、配置中の維持コストを考えると焼け石に水レベルなので、ウユーを運用する際には、潜在4段階目を目指すといいでしょう。とはいえ、ウユーはリミテッドスカウトの中では、星5では唯一のピックアップとなっているので、サガと C を追っていた結果、いつの間にか貫突していたという可能性も十分にありますが、いずれにせよ、ウユーに関しては潜在強化によって性能が大きく変わるということはないので、潜在強化なしの状態での運用でも問題はありません。スキル1、難地対比は、ウユーの HP が 20% 以下に下回った際に自動で発動し、ウユーは攻撃を停止、ブロック数が0となり、HP が毎秒1定数回復、敵に狙われにくくなり、
さらに常に効果が発動し続けるパッシブ効果として浮遊のブロック数がプラス1されます。アクティブ効果の内容としては宴のサボりに非常に似通ったものとなっており、攻撃を停止しブロック数が0となり HP が回復するという点は同じですが、宴のスキルはさらに防御力が増加するのに対して浮遊のスキルは防御力が増加しない代わりに攻撃されづらいという敵からの攻撃を受ける順位を下げるものとなっています。そのため、宴は防御力増加によって遠距離物理攻撃に強く、短期でも近接と遠距離物理攻撃に対しては耐えやすくなっている一方で、遠距離術攻撃には弱く、一方の浮遊はそもそもブロックをしないので近接攻撃には強く、周囲に味方がいるのであれば遠距離物理攻撃も遠距離術攻撃も流すことができますが、周囲に味方がいないのであれば宴とは違い、遠距離攻撃全般には無防備となります。そのため遠距離攻撃系が出現するステージでの短期運用はやや分が悪いといえ、この点は攻撃をしなければ HP が回復しない J と同じです。そしてこのスキルの最大の強みは発動時間が5秒かつ特化をすれば SP が6で発動できるということです。浮遊の素質は戦術したように4秒攻撃をしなければ次の攻撃時に攻撃力の強化と攻撃をした相手に4秒間スタンを付与するという効果で、4秒の間という点をこのスキルはクリアしており、スタン時間での敵の硬直を考えると浮遊が完全に無防備になってしまう時間はかなり短くなっています。そのためこのスキルは素質の効果と非常に相性が良いスキルになっていると言えます。スキル1の回復量と他のオペレーターのスキルの回復量を比較した表が上記の通りとなっており、総回復量に関しては発動時間が5秒しかないということからあまり高くはありませんが、毎秒回復量はトップクラスの数値となっており、非常に立て直しが早いスキルであることが伺えます。また、発動に必要な SP もスイッチタイプのシルバーアッシュを除き最も低い数値となっているので、頻繁に発動できるのが利点の一つでしょう。総じて他の回復スキルのように一気に回復するというよりかは、スキルを頻繁に発動させて細々と回復をし HP の中間付近を維持し続けるという、良くも悪くも中途半端な状態を維持するスキルと言えます。中途半端な状態はメリットもデメリットもあり、メリットとしてはある程度の攻撃であればスキルを効率的に発動させることができる点で、デメリットとしてはあまりにも重い一撃だと HP が一気にゼロになってしまう可能性があるという点です。当然ながら HP がゼロになると浮遊は撤退してしまいますし、極論を言えば HP が 21% の状態だと次の攻撃でスキルが発動しないまま撤退に持っていかれる可能性も高くなってしまいます。そのためポテンシャル自体はあるものの融通が効かないという場面もいくらか出てきてしまうでしょう。なのでこのスキルを運用する際はできるだけ他に回復手段があるような状況で使用することがおすすめとなります。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルはスキルによる HPS の上昇率から見れば特化3をおすすめしますが、扱いがかなり難しいので7で据え置いてしまってもいいかもしれません。スキル2、陰性満結はシルバーアッシュのスキル2やマウンテンのスキル2と同じくスイッチ型のスキルで、スキル発動中は浮遊の攻撃力が上昇し、攻撃した敵の攻撃力を下げる効果か、自身の攻撃速度を上昇させる効果、物理回避を上昇させ、さらにブロック数をプラス1する効果のどれか一つが発動することとなります。どの効果が発動しているかは、浮遊の周囲に出現するエフェクトで確認することができ、攻撃速度減少効果であれば藍色、攻撃速度上昇効果であれば橙色、物理回避とブロック数増加であれば紫色となります。効果はランダムで、どれか一つが発動するものとなっており、どれか一つの発動確率が偏っているということはなく、スキルを停止させることで効果は消滅し、再度スキルを発動させることで、再びランダムでどれか一つの効果が発動することとなります。そのため、発動した効果と別の効果が欲しい場合は、スキル停止からのスキル発動で、いわばスキルガチャを行うことが可能です。なお、完全ランダムとなっているので、先ほど発動させていた効果が再び選ばれるということもあります。効果はそれぞれ敵へのデバフ、自身への攻撃強化、自身への耐久強化となっており、場面において効果を使い分けることが可能です。スキルガチャに関しても目的のスキルを引き当てるという面倒さはありますが、
スキルレベル7であれば16秒ごとに、特化3であれば12秒ごとに効果の変更ができるので、比較的気軽に効果の変更を行うことができます。スキル2の攻撃速度強化の効果が発動した際の火力と、他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、火力は J が感染生物を相手にした時としていない時のちょうど中間と言えるような数値となっています。そのため、極端に火力が高いというわけではありませんが、防御力が高い敵でなければ、右右一人で次々と敵を処理してくれるでしょう。一方で効果が攻撃力強化と攻撃速度強化しかないため、他のランダム効果と比べると脆くなり、また、ブロック数も1しかないので、何らかのサポートは必要となっています。性質的には J のスキル1に近いものにはなるのですが、あちらは攻撃力強化に加えて敵の特殊能力を無効化する効果もあるので、感染生物が出現するステージでは J を、それ以外では U をという風に使い分けは必要でしょう。スキルには他のオペレーターのスキルにはない多様性を持ち合わせており、なおかつ火力に関しても前衛並みの性能があるため、爆発力はありませんが、火力役とデバフ役と耐久役の3つをこなすことができます。さすがに戦況を変えるほどという性能ではありませんが、細かいところをカバーしてくれるスキルと言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化内容によってランダム効果の強化内容が変化するので、7または攻撃速度が強化される特化に、または全ランダム効果が強化される特化3にすることをお勧めします。右右の基地スキルは事務室に関するものと貿易所に関するものとなっており、事務室のスキルは事務室配置時、事務連絡速度がプラス 30% され、さらに公開求人の枠数が2より1多いごとに応接室の手がかり捜索速度をプラス 5% するという効果。スキル名こそ異なっているものの、全く同じ効果の基地スキルを月の木が所持しています。事務連絡速度を最高効率にしない代わりに手がかり捜索速度を速めるトレードオフなスキルとなっており、手がかりの入手速度をブーストしたいという場合に使用するといいでしょう。もう一方の貿易所スキルは宿舎に配置されているオペレーター1人につき、人間塩化というポイントを1つ獲得。人間塩化1につき、右右の受注効率をプラス 1% するという効果となっています。そのため、右右単体かつ、宿舎が満員であれば右右は 20% の受注効率を得ることとなります。人間塩化は右右の他にも C から入手することができ、C は自身の体力が12以下だった場合、人間塩化を15生産します。ですので、右右の最大受注効率は 35% となります。ただ、C は体力の消費が凄まじい上に、体力が12以上と12以下で生産するポイントが異なっているため、右右の受注効率の最大化は長続きしません。基地を頻繁に操作する方であればいいですが、そうでないのであれば、正直面倒という感想の方が上回ってしまうような状況となっているので、今後、人間塩化を扱うオペレーターが実装されない限りは、右右を基地で使う場面は少ないかもしれません。それでは実際に右右を使用していきます。今回使用するステージは崩壊した大通り。契約内容は敵 HP プラス 40%、敵攻撃力プラス 15%、ロックブレイカー系の HP プラス 30%、防御力プラス100、敵攻撃速度プラス50となります。右右のステータスは昇進2のレベル80、スキル2の特化3です。お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。治療開始。さすがドクター、賢明な決断だね。こっち。スキル発動後はこのように右右にエフェクトが追加され、何の効果が発動しているかがわかるようになっています。今回であれば物理回避とブロック数増加が発動しています。痛えか？痛えのか？このように4秒間攻撃をしていなかったため、攻撃力は強化され、攻撃対象はスタンしました。スキルを再度発動することで、スキル効果は解除され、再びスキル発動させることで、スキルガチャが可能です。今回は藍色なので、敵攻撃速度減少が発動しました。
こに並びやがれ。痛えか？痛えのか？こっち、ほらこっちだぞ。月に満ち欠けあり、扇に開閉あり。ご所用かな。気を定め、心を静かにする。痛えか？痛えのか？こっち、ほら月に満ち欠けあり、扇に開閉あり。こっち。続いて攻撃速度強化。さっさとかかってきなさいってば。お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。痛えか？痛えのか？すぐに終わる。そこに並びやがれ。痛えか？痛えのか？すぐに終わる。ご所用かな。すぐに終わる。こんなゴミクズども全部燃やしちまおうぜ。やったまんぞ。ウユウはもともと癖が強い J をさらに癖を強くしたようなオペレーターで、特殊オペレーターの名に恥じない性能となっています。一方で J のような味方を大きくバックアップしてくれる性能は乏しいため、基本的には他オペレーターとのシナジーを考慮しない単体での運用が想定されます。面白い性能ではありますが、やはりネックは維持コストの重さで、維持コストの割には性能は控えめな感が否めません。物理回避強化とブロック数増加は回避立てとしては優秀ではありますが、あくまでも確率に依存してしまうので、本格的に運用するのも難しいところ。現状では優先して育成を行う必要はないと言えます。ただ、今後各職業の細分化が予定されており、それに伴って危機契約にて特定の前衛職などの使用が禁止され、火力が足りなくなるという可能性も十分あるので、育成候補のリストには入れておくといいかもしれません。以上でウユウの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。まあまあドクター、私のことは心配せずとも感染者諸君とはちゃんとやっているよ。昔は私の実家近くでも天災が起こったのだがね、もう空が真っ黒で恐ろしいのなんの。その時に師匠が、天災は天が人の世にかけた冤罪だと言っていたよ。困ったものだ。